はい、こんにちは。有機農業についてお話しします。令和4年のだから去年のですね。農林水産省のまとめた資料の有機農業をめぐる事業という資料を見つけたので、そこから紹介します。有機農業って何ですかっていうことも漠然とされてるので、普通にネットで調べると、有機農法とは自然生態系に配慮して抗生化学肥料や農業農薬の使用を避け、土壌の安全や生物の多様性を重視した農業生産方式ですって書いてますね。この農林水産省が資料の中で有機農業の推進に関する法律では、有機農業とは科学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組み換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農薬生産の方法を用いて行われる農業っていう風になってます。有機農業って農薬を使わない野菜を食べるっていうヘルシーっていう考え方が多分主流だと思うんですけど、この定義を見るとそれも当然踏まえた上で環境への負荷を農業をやる段階においても極力低減する、そういう要素も入ってるみたいですよ。なので色々となんか CO2 削減なんていうものとも割と関係してるような説明に立ってますね。有機農業はオーガニックとも言われてますね。次はこれちょっと日本からすると耳が痛いとこなんですけど、世界の状況。国別の有機食品と売上額。これはの総額ですね。総額で他の輸出量を含むので、アメリカなんて2位のドイツに比べて4倍弱ですね。トップアメリカにドイツフランスって感じですけど、日本は1、2、3、4。11番目まで先進国ですよね。ああ、少ないですね。全然。後進国は物価が安いから実際の消費量で見たら日本はもっと低そうですね。日本の人口はだいたい1億2000万人なんで、食料自給率がいかに低いかっていうことと、あと有機食品が実際に作られてないっていうのがわかると思います。で、国別の今度、1人当たりの年間の有機食品の消費量は、1人当たりがどれだけ食べたかっていうことになると1人当たりだと、スイスが1番になってきますね。これがですね、スウェーデン、オーストリアと次いで先ほどのはドイツ、アメリカっていうのは日産4位、5位となってます。これは人口の関係ですよね。1人当たりするとこうなるということで、日本はずっとかなり先進国の中では低いですね。ええ、こんなに低いんですか。何かショック。日本はまあ有機無農薬食品では後進国。1人当たりで考えるとまあ日本って韓国中国と並んでますけど、まあ中国は1人当たりの GDP は日本よりまだかなり低いけど、そう考えると消費量で考えたら中国の方が日本より多いっていうイメージですね。そんな感じで日本の有機農業はまだまだこれから増えていかないと。これまでは効率重視で農薬を基準範囲内であれば使って効率よく生産をするっていうことをやってたんですけど、これが全国の農村の数が252万8000個のうちの実は有機農業に取り組んでますっていうのが1万2000個ですから 0.5% しかないんですよね。で、これらを有機ジャスっていう基準をクリアしてる農家戸数は4000個で 0.2% で取得してないところが8000個で 0.3% しかないっていうことですね。ああ、日本の食料自給率が低いことは知ってたけど、有機農業で見たらもっと遅れてるんですね。そうなんだよね。日本は農業技術は高いと思うんだけど、何しろ農業従事者が減るし、効率化と見た目重視で野菜を選ぶ傾向が強いから、どうしても有機農業から遠くなってしまう。この前もお話ししましたが、形の悪いものも値段を引いてでもスーパーに並べて廃棄ロスを減らして値段を下げるようなことも含めて考えていかないとなかなか難しい問題だよね。はい。今回は有機農業の実情についてお話ししました。この動画が良いと思われた方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。